ただいまご紹介いただきました、農地環境工学研究室の塩沢です。土壌中の放射性セシウムの挙動ということで、私どもの研究室で、行ってきた調査を中心にご報告いたします。で、本日は、3月下旬に、福島県を中心に、ホールアウトした放射性セシウムが土壌中でどのように、深さ方向に分布しているのか、それからどのように移動しているのか、で今後どうなるかということです。でこのことは、セシウムの地下水や河川への流出や、それから、セシウムの存在形態が植物にの吸収に関わります。でもう一つ最後には山から流出がどの程度あるかということをご紹介したいと思います。で最初に、これは最初に中西先生が紹介されたデータですけれども、郡山市の耕していない不耕起の水田の土壌の放射性セシウムの分布です。セシウム134と137の合計値です。縦軸が深さセンチメーターで、横軸が感度1キロあたりのベクレルであります。セシウムは表層に、土壌に吸着されてセシウムに表層にとどまります。で、表層3センチの層に約 90% がとどまっております。で、この濃度分布の平均的な移動量を計算するので、重心を求めると 1.7 センチです。で、この間の5月24日までの3月下旬からの降水量は、148ミリでありました。で、なかなかセシウムは移動しないというふうに考えられていますけれども、実はですね、どの程度の移動量になるかっていうのを水と比較してみますと、このぐらいの降雨でですね、セシウムと一緒に降った雨がこの時点でどこまで行ってるかっていうと、およそ20センチまで行っていると考えられる。それと比べるとセシウムの平均的な移動速度は 1.7 センチですから、10分の1程度になっております。で、この値はですね、土壌の専門家の立場の予想からするとですね、もっとセシウムはほとんど土壌に吸着されてほとんど移動しないと考えられておりましたので、予想では実験室の試験管の中の実験で研究です。後で少し詳しく言いますけれども、1000分の1、水移動の1000分の1から1万分の1であろうと考えられていたので、それと比べるとはるかに速い速度で移動している。で、10センチから15センチのところでもですね、すでにわずかながら影響が及んでいたという、結果であります。で、それでは最近測定した濃度分布ですけれども、これも水田で、場所が違いますが、南相馬市ですけれども、この水田は比較的、セシウムを吸着そんなにしにくいのではないかと考えられた黒木土です。この場合も、表層4センチにほぼ 90% がとどまっているというデータです。で、重心の位置で言いますと 2.75 センチ、約3センチ近くになってはいますけれども、10月の時点でも、表層にとどまっているという結果であります。で、こういう濃度分布は現場で土壌を層ごとに深さごとにサンプリングしてきて、その土壌をRI センターで分析してもらうというやり方で濃度分布を求めているわけですけども、全く同じ場所で時間を置いて測定、サンプリングすることができない。それからサンプリングの大きさも小さいんで、わずかな移動量をですね、掲示的に追うことができないわけです。でそこで私どもは、同じ地点で、濃度分布の時間変化を追っかけて、移動状況をモニタリングできないかと考えまして、
そういう装置を作って測定しております。で、これはシンチレーションサーベイメーターに鉛の覆いを作って、コリメーターと言いますけど、で、ガンマ線は、いろんな方向から来てそれを拾ってしまいますので、横だけ窓をスリット状の窓を開けてですね、水平方向に入ってくるガンマ線だけをディテクトするようにして、でこのコリメーターをつけたシンジュレーションプローブを、現場の土壌に、オーガーホールを開けてそこに、塩ビ管を埋め込みまして打ち込みまして、その中にシンジュレーションプローブを少しずつ入れていってですね、その深さごとに入ってくる線量から放射線源の深さ別分布を求めようというふうに考えました。で、濃度分布自身を求めるのが目的ではなくて、これは2つの時点の濃度分布を比較してですね、移動距離を求めるというのが目的です。この方法の特徴としてはですね、全く同じ場所の同じ土壌の線量分布を掲示的に測れるだろうと。それから、サンプリングに比べれば影響圏が広いということと、深さ方向にですね、細かく測定ができるという特徴があります。で、こういうものです。プローブに、鉛の板を買ってきて手作りで、コリメーターを作って、窓の、幅は自由に調整できるようにしてあります。で、それを、こういう塩ビ管を土の中に、埋め込みまして、上から入れて、深さごとに線量を測定するという方法です。でこれが、測定例です。これはですね、福島農業総合センターの花木園のほぼ裸地の状態のところです。で、まず6月14日に測定して、それから9月27日に測定します。6月14日にはこちらはですね、サンプリングをして、その分布を測定していきますので、これは言ってみれば真の分布を表しています。で、その時の重心位置、つまり平均的なセシウムの移動距離は2.2センチです。でこの間の降水量が、約190ミリであった。で、こちらのは、我々の現場測定システムで測定したものです。赤が9月14日で、この分布に対する重心距離は、7.05 センチですし、それから9月24日が、青で、7.61 センチであったと。で、この、移動距離、この重心位置を比較して、セシウムの移動距離を求めますと、0.65 センチで、この6月14日から9月27日までの降水量が616ミリでありました。で、これを見て分かりますように、我々のこの現場測定法は、濃度分布自体を正しく、表すことはできません。これは予想通りなんですけども、表層だけにとても高い濃度を持っているようなものはですね、なかなかそれを再現することができません。でその理由は、鉛の遮蔽が不十分であるということもありますし、それからガンマ線がですね、土壌中で散乱します。で直進するものだけじゃない。で散乱したものをですね、我々の、シンチレーションプローブが拾ってしまうということで、このような分布が出てきてしまいますけれども、この方法は、2つの濃度分布を比較することでですね、移動量をかなり正確に求めることができる。そうすると、6月段階までは、かなり早く移動してきた 2.2 センチです。その後、大きな降雨量はずっと大きいにもかかわらず、移動量はですね、ぐっと少なくなっているということが分かります。これは、こちらはですね、
20歳の場合です。20歳で、これも、この20歳は若干表面にですね、草の枯れたような立地層が若干あるような状況です。で、7月19日に最初に測定して、この分布から、重心移動距離は、1.9 センチで、それを我々のシステムで測りますと、重心位置が 6.35 センチで、それから3ヶ月後の10月24日では、6.48 センチで、移動距離が 1.3 ミリ、0.13 センチですね。で、この間の降流が630ミリであったということで、この例も7月以降、移動速度が降雨量に比べて非常に小さくなっているということが、分かります。で、こちらは、福島市の大森城山公園という少し、小さな山の上にある公園です。7月17日で、この分布も 1.3 センチ。ここも少し表面に有機物があるところです。で、10月までの3ヶ月間の移動距離を見ますと、約 0.5 センチということでですね、移動速度が、大体ですね、こちらの移動速度は、水分子、雨の浸透速度の分子の移動速度に比べると、100分の1から200分の1程度になっております。これはですね、後期して作付けした場合の分布ですけども、作土層15センチ、0センチから15センチあります。で、ここは白書きされて後期されますから、平均化された形になります。で、こういう広がった分布ですと、我々の方法でもですね、実際の分布をよく表現していると思います。で、重心位置を比較すると、田植え直後から収穫直後で、約2センチ程度の移動距離であったということになります。で、最初の頃、非常に1、2ヶ月早く動いて、その後、ずっと遅くなっているということなんですけども、水の移動距離に対してセシウムがどれぐらい遅くなるかということについて、まずセシウムは水に溶けて溶解して移動すると、水の浸透量は、降水1年間にどれぐらいかで、降水量から蒸発散量を引くと年間1000ミリぐらい浸透します。で、この水分子が土壌中をどれぐらいの速度で移動するかというと、通水断面積に相当する耐水含水率が 0.5 ぐらいですので、年間約2000ミリの移動距離になります。つまり、これは地下水が深くて、水はみんな浸透するっていう場合ですけれども、約2メーターの深さの水は1年前の水だということです。で、これに対して、土壌中に吸着されますと、移動するのは水に溶けてる分だけですので、吸着された分だけ、遅くなります。で、水に対してどれぐらい遅くなるかという比は、吸着しているものを含めた土壌中の全体のセシウムの量に対して溶けている量がどれぐらいあるかという比で決まります。で、この比を、室内実験で、試験管中で求めると、ですね、そういう研究によれば、日本の水田土壌2、30種類でやった実験ではですね、1000分の1、水分子に対して1000分の1から、土壌水中に存在するのがですね、1000分の1から1万分の1であると。で、この結果から見ますと、セシウムの移動速度は、1年にせいぜい1ミリ程度以下であるということになります。で、この値に比べれば、これまでのセシウムの移動速度ははるかに速いということになります。
ただしこういう実験は試験管の中でもですね、検査を、1週間ぐらい浸透させてやっと並行するような実験になっております。で、3月下旬以降、当初の2、3ヶ月間は、水分子移動の速度に比べて10分の1から20分の1の速度で速く動いていた。しかし6月以降、移動速度が1桁低下して、水の200分の1程度に減少しているということでありまして、私どもの調査の結果、明らかになったのは、土壌への吸着が数ヶ月の時間をかけてですね、進行しているということであります。でこのことは次のように説明されます。セシウムは水に溶けて陽イオンになりますけれども、土粒子やそれから有機物の不電荷のところに、電気力で、固定されます。でこれは、電気力に固定で弱い固定だと言っていいので、他の陽イオンとイオン交換されます。それから、水溶性のものもと共存します。で、これは、移動性がありますし、それから、植物が吸収できる形態であると言えます。でもう一つ、特定の粘土鉱物は、粘土鉱物って小さい土粒子ですけども、固有の結晶構造を持っています。でその中にセシウムを特異的に強く吸着する。これは分子と分子の間の力で固定されますので、こちらよりははるかに強い固定になります。でこのように強く固定されたものはほとんど移動することもなくなりますし、植物にほとんど吸収されない形態になります。で、こちらの平行状態というのは短時間で生じたと思われますけれども、しかしこの粘土鉱物への強い固定が、時間がかかった、数ヶ月あるいは、数年かかるかもしれない、こういうプロセスになっているであろうことを示しているというふうに、思います。で、したがって今後さらに、こちらの強い固定が進んで、さらに、放射性セシウムの移動が遅くなって事実上停止していくと思われます。それに伴って、植物の根からの吸収されにくくなるであろうと予想されますが、この進行速度は土壌特性、粘土の含有量や種類、それから有機物によって異なるであろうと予測されます。特にですね、重要なのは有機物への弱い固定です。で例えば土壌表面にビターのような溶液物がある場合にはそこに吸収されている。でこれは植物に吸収される可能性のある形態です。有機物が分解されれば水溶性になってまいります。こちらの強い固定の移行への移行に時間がかかる、一例としてはそういうですね、表面に有機物があるような形であろうというふうに考えられます。で次に、山から放射性セシウムがどの程度出てくるかという問題です。水田におきましては、水田はですね、水をたくさん使います。灌漑水を入れます。1作あたり、大体500ミリから2000ミリ程度の水を使い、用水として入れます。この大きさは浸透量が大きいような水田は大きくなります。でその水は、灌漑用水は山から流出してくる水が、川になって川から取水するという場合もあります。そういう場合は、上流に、ダムやため池等の貯水池があるというのが典型的なパターンですし、それから山間地の水田であれば山から出てきた水を直接取水するという形態であります。でこの水が、セシウムを多く含んでいる場合には、稲に影響するであろうということが、考えられます。心配されるところです。でこの点を調べる
で調べた例ですけども、南相馬市が高野倉ダムというところの上流で、ダムに入ってくる水、それから出てくる水を、10月に、測定する調査を行いました。で私も参加しておりますので、この結果をご紹介しておきます。でこの上流は非常に、高濃度の汚染地域であります。で、このダムに入ってくる水の測定値は、ここにあるようにダムに入る水は、一つは 0.8 ベクレルパーキログラム、水のキログラムあたりにこれだけということです。で、それから支流があります。小さな支流は 0.9 ベクレルパーキログラム。で、フィルターをかけております。で、フィルターをかけて、懸濁体も分離しておりますけど、懸濁体はないと。それからダムから流出する水については、1.2 ベクレルパーキログラムが溶存体で、懸濁体が 0.3 というふうになっております。ダムについては、溜まって出てきますので、過去の影響が反映されているというふうに考えられます。でこの数値ですけれども、これは、東大のアイソトープ総合センターと南相馬市がですね、非常に時間をかけて精度を上げて測定したものです。通常の測定ならば、測定限界以下です。はるかに測定限界以下の濃度だということで、福島の山から、放射性セシウムはほとんど流出していないと言っていいレベルであります。で、仮にですね、1ベクレルパーキログラムの用水が一昨で、多い場合で2000ミリ水田に入ったとします。でその場合の流入量は、1平方メーターあたり2000ベクレルになります。で、昨度の土壌質量で割って平均すると、昨度1キロあたり13ベクレル程度の供給になります。でこれは、この地域のあれですね、水田に降下した放射性セシウムの100分の1程度であると計算されますので、水田に存在している量に比べれば大きい量ではないと言えます。でなぜ山から流出しないかと言いますと、先ほど来言われてますけど、木の表面やそれから土壌表面のリター層に今セシウム固定されていて、落ち葉の層では非常に高い濃度になっております。でこれは降雨で流されてて簡単には出てこない。で、雨で流されるとその下の土壌に吸着されるということになります。今後、この落ち葉の層は分解されて、下の土壌の層に強く固定されていくというふうに、予想されます。で山からの流出量は1年間にですね、先ほど濃度から計算すると、大体存在量の1000分の1程度であろうと考えられます。で今後はさらに強い固定が進んで低下していくであろうと予想されます。これらの機関、それから方々のご協力いただいたことに感謝いたします。以上で私の報告を終わります。